相棒、どうも、PDR さんです。相棒、1ヶ月以上どこ行ってたの？聖域読んでた。っていうのは冗談で、なんだよ。本当の理由は動画の最後で話します。ということで、やってまいりました。コムドットヤマト初の本、聖域のレビュー。おせよ時代、今を生きる若者の新聖書。コムドットリーダーヤマトの燃える哲学。YouTube 界の革命児。表紙から痛さ全開だね。こちらは Amazon で買ったんですけど、レビューでトレーディングカードがついてこなかったって文句を言っている小室レンジャーの方結構いましたね。でも PDR さんはちゃんとついてきたもんね。にゃ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 。はははは。レビューを始める前に、これはあくまで PDR さんの個人的な意見ですし、自分のお金を出して買ったんだからケチをつける権利はある。内容は、ねえ、何？本当に全部読んだの？もちろん、さすがド M。全部読んだということで、ぜひ高評価お願いします。あとできたらチャンネル登録もよろしくお願いします。一生121万人から抜け出せないような気が。相棒。はいはい。本はプロローグ、鈴木大和を構成する7つの鍵という自己紹介みたいなものから始まり、第1章。可能性を解き放て。やりたいことの見つけ方。第2章。自己肯定感は最強の武装。夢を追うのに準備はいらない。第3章。地元乗りを全国へ。人生を誰よりも楽しむために。そして、第4章。終わりなき挑戦。時代は自分で引き寄せる。で、構成されています。うさんくさいオンラインサロンをやってる人が使いそうなタイトルばかりだね。その他、ところどころにピンクのページがあって、そこではなんか適当なことについて話したりしますね。サウナとか、おじいちゃんとか、友達とかについて。あと、メンバーがヤマトについてどう思うか、そしてヤマトがメンバーについてどう思うか。あと、写真が30ページぐらいありますね。写真集でよかったんじゃね？どうして注目浴びようとすんだ？は、ない。いや、あるよ。マジで？まず、自己紹介はナルシストキャラで書かれてるんですけど、キャラ？ヤマトは、鈴木ヤマトが演じてるスーパーナルシスト。なるほど。自分を大げさに演じてるってことだね。うん。相棒みたいに。で、このキャラは完全に好き嫌いが分かれると思うんですけど、個人的にもう、痛すぎて、一周回って、ちょっと面白かったです。まさか相棒がコムドットについての動画で面白いという単語を使うとは。このプロローグ自己紹介は基本自慢大会ですね。きつ。イケメンというのは褒め言葉というより自己紹介文の一部に過ぎない。やめて！凍え死ぬ！ありがたいことに日本でトップクラスに入るであろう多忙な毎日を送っているが、その隙間を縫って本を年間200冊読むほど知りたがりだ。絶対嘘だろ。表紙と裏だけ見て読んだ気になってんだろ。2歳から英会話教室に通い、週に2回外国人講師の先生ともわけわからず英語を話した。彼もしかして英語ペラペラSmile. How you everyone make smile? I want to be famous. Yes. それについてはまた別の動画で。第2章の最後にあるヤマトと鈴木ヤマトがそれぞれ同じ質問に答える Q&A もそこそこ面白かったです。よかったところ一つ以上あるの？死ぬまでにしたいことはある？鈴木ヤマト。できるだけ多くの国を自分の目で見たいです。ヤマト。絶望。昔に戻れるならやりたいことは？鈴木ヤマト。人類で初めて最初に納豆を食べようと思った人の顔を見てみたいです。ヤマト。ジャンヌ・ダルクに会いたい。気が合いそう。春夏秋冬どれが好き？鈴木ヤマト。圧倒的に夏です。ヤマト。選べないよ。他の季節が嫉妬したら困るからね。痛い。なんか、面白いね。相棒みたいに。ヤマトは大学1年生の時にミスターコンテストに出場して結構いいところまで行ったんですけど、ごちゃんに未成年飲酒してることを暴露され、それが学校にバレてしまい、出場を辞退させられたんですけど、YouTube やる前から炎上してたんだね。さすがヤマトくん。そんなヤマトに彼のお母さんはこう言いました。大いなるパワーには大いなる責任が伴う。本の最後ら辺にこれが出てきて、不意をつかれて不覚にも
爆笑してしまいました。ベンおじさんかよ。もしくは、ネタバレ。すまん。あとこのピンクのページで読書をめちゃめちゃ進めてくるんですけど、それはとてもいいことだと思います。小室レンジャーの皆さんは本とか読んでなさそうだからな。ねえ。ところでさ、相棒は今年本何冊読んだ？これだけ。Is this crap? 同じことを何回も繰り返し言ってて、もう分かったからってなりましたね。しつこいから仕方ないでしょ？ 1 行か2行で言えることを2、3ページかけて言う。文字数を稼がないと。そして肝心の夢を見つけて成功する方法は、深く見せようとして全く深くない中身のない結果論。こういう本って大体そうだよね。成功したからこそ言えること。でも他の人が同じことをしても成功するとは限らない。そして何より、この本には統一感があまりないですね。アンチコメの話をしてるのかと思いきや、その次は自分がどれだけモテるかについての話。嫌われる勇気っていう話の次はなぜかサウナの話。なんだそれ。これは自己啓発本？自助伝？自慢大会オナニー本？ファンブック？正直何がしたかったのかわからないですね。ナルシスト自己紹介や Q&A はそこそこ面白かったものの、メインの部分が中身のないたわごとばかりで読むの本当に辛かったですね。最後寝そうになりました。全部そのナルシストキャラで書けばよかったのに、それの方が100倍面白いと思う。信者の方には楽しめる内容になってると思いますが、本が1ページで、その1ページに、お前のお金はいただいたぜバーカって書いてあっても、信者の皆さんは楽しむから。それ以外の方にはちょっとおすすめできないですね。そりゃそうだろう。どうしても気になるって方は、ブックオフの100円コーナーやゴミ箱を漁ればあると思うので、誰も見てない時に、パラパラって見ることをおすすめします。急にいなくなって心配をかけてしまい、申し訳ありませんでした。いなくなった理由は、育児休暇って言いたいところなんですけど、実際はちょっと体調が悪くなってしまい、休んでしまいました。もしかして、コロスケ？何なのか話す心の準備はちょっとまだできてないんですけど、コロスケとか、死んじゃうようなことじゃないので、心配しないでください。そっか。ここで終わるのもあれなんで、Amazon の一つ星レビューをいくつか見ていきましょう。ちきしょー！犬に小便かけられ1ページも読めませんでした。ちきしょー！感動です。これを読んでから長年悩んでいた便秘が解消し、うんちがもりもり出るようになりました。よって星1にします。ありがとう。この本を買った翌日に好きだった子に告白され、宝くじも当たり、病気だった祖母が退院できました。震えました。本を読み進めると同時に体の震えが止まりませんでした。体が震えすぎて最終的にお姉ちゃんの電話扱いされました。屈辱的です。よって星1とさせていただきます。最高。ゴキブリを倒すのにちょうどいい厚みです。それ本当です。実は昨日これでゴキブリを退治しました。ところで、これ欲しい人いねえよ。ちゃ長い間いなくなって本当にすいませんでした。これからちょっとずつ投稿頻度を上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。あともうすげえ昔なんですけど、よかったら前回の動画と、明日もしかしたらゴミ箱チャンネルで動画出すかもしれませんので、ぜひ登録お願いします。では。